皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマはお茶です。皆さんはお茶が好きですか？お茶をよく飲みますか？日本にはいろいろなお茶があります。緑茶、麦茶、ほうじ茶、煎茶、抹茶、ウーロン茶、黒豆茶、トウモロコシ茶。さて、緑茶と抹茶は少し似ていますよね。でも違うところがたくさんあるんです。皆さんはどちらが好きですか？緑茶派ですか？抹茶派ですか？私は、選ぶのが難しいですね。ご飯を食べるなら緑茶派？甘いものを食べるなら抹茶派かな。まあ、とにかく今日は緑茶と抹茶について話したいと思います。今日は緑茶と抹茶の作り方や飲み方について話した後、お茶が楽しめるアクティビティを紹介したいと思います。今日のポッドキャストを聞いて、日本のお茶を楽しんでくださいね。N5 から N4 ぐらいの言葉と文法をいろいろ使って話すので、ぜひ最後まで聞いて練習してもらえたら嬉しいです。ジャパ耳。まず、緑茶について話しましょう。緑茶は日本で一番よく飲まれています。家でもレストランでもコンビニでも見ることができます。お茶と聞いたら、緑茶をイメージする日本人が多いかもしれません。緑茶の葉は太陽の光をたくさん浴びて育ちます。葉はしっかりして爽やかな味になります。緑茶の味は爽やかでちょっと苦いことがあります。でもとっても飲みやすいです。緑茶を入れるときはポットにお湯を入れて茶葉を入れてゆっくり待ちます。温かい緑茶を飲むと気持ちが落ち着きます。特にとっても寒い日に温かい緑茶を飲むのがいいですよね。実は私のおじいちゃんとおばあちゃんの家はお寺でいろいろなお客さんが来ます。その時、お客さんに温かい緑茶を入れてあげることが多いです。私も子供の時、時々手伝っていました。それから夏の暑い日に冷たい緑茶を飲むのも美味しいですよ。緑茶ソーダや緑茶モヒート、緑茶ハイボールといった新しい飲み方もあります。このような飲み物はとっても冷たくて美味しくて暑い日にぴったりだと思いますよ。次は抹茶です。抹茶は緑茶と同じ葉から作られます。でも作り方と飲み方が全然違います。
抹茶を作るとき、お茶の葉を細かくします。粉にします。そして、その粉にお湯を入れて、よく混ぜて飲みます。だから、緑茶は葉のお茶ですが、抹茶は粉のお茶と言ってもいいかもしれません。抹茶の色はとっても綺麗な緑です。味は緑茶よりも強くて苦いことがあります。でも、その苦い味が人気なんです。昔は普通の抹茶だけでしたが、今では抹茶ラテや抹茶ミルクティーといった飲み方が普通になってきました。毎日の生活では本物の抹茶を飲む人より抹茶の新しいドリンクを飲む人の方が多いかもしれません。なぜならスーパーでインスタントの抹茶ラテや抹茶ミルクティーなどの粉がたくさん売っているからです。私は今あんまりカフェインを取らないようにしているので、緑茶や抹茶をあんまりたくさん飲みませんが、以前はインスタントの抹茶ラテを家で飲んだり、カフェで抹茶ラテを注文したりしていました。それから抹茶とお菓子のコラボもたくさんありますね。抹茶アイス、抹茶チョコレート、抹茶パフェ、抹茶パンケーキ。私はキットカットというチョコレートの抹茶味が好きで、高校生の時これを食べながら勉強を頑張っていました。皆さんもぜひいろいろな抹茶のスイーツを食べてみてくださいね。それでは最後に、日本でお茶が楽しめるアクティビティを紹介したいと思います。例えば、茶道の体験教室やレッスンに行くのは楽しいと思います。このアクティビティでは、お茶だけでなく、着物の体験もできるかもしれません。畳の部屋で着物を着てお茶を入れるアクティビティはきっといい思い出になりますよ。このような教室は特に京都、東京、静岡、それから石川県の金沢などで人気があるそうですよ。でも、私は日本人なのに、実は茶道をほとんどやったことがありません。1回か2回ぐらい外国人ツーリストのガイドをしたときに茶道をやったことがあります。私より外国人ツーリストの皆さんの方が日本の伝統文化を体験しているかもしれませんね。それから、春から夏の時期なら、茶畑で茶葉を取る体験もできると思います。静岡や鹿児島、奈良などで特に人気があるそうですよ。それから、レストランやカフェ、居酒屋などでいろいろなお茶のドリンクを注文して飲み比べてみてください。最近私の友達は緑茶のクラフトビールを飲んでとっても美味しかったと言っていました。私は飲んだことがありませんが、
もしチャンスがあったら、ぜひ試してみてくださいね。あと、茶器を作る体験もいいですね。茶器はお茶を飲むときのカップです。抹茶碗とか湯飲みという言い方もあります。京都の清水焼、佐賀の有田焼、石川の九谷焼といったブランドが人気だと思います。ちなみに私が住んでいる滋賀県には信楽焼というブランドがあります。信楽という町に行って食器を作ったり、市場で食器を買ったりするのもおすすめですよ。ぜひ滋賀県にも遊びに来てくださいね。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日はお茶についてお話ししました。皆さんは緑茶派ですか？抹茶派ですか？私は実はコーヒーも好きなので、コーヒー派かもしれません。皆さんのおすすめのお茶や他の飲み物があったら、ぜひ教えてくださいね。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。